こんにちは。今回はガールズバンドくらい第10話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。神回やね。とんでもね、神回ぶっこんできたな。不意打ちすぎる。よかったわ。家族にも背中を押してもらえて。お姉ちゃんで泣いた。パパも味方しなかったこと後悔してたんやな。マジでよかった、ニーナパパ。やべえ、年取るとこういう家族のストーリー涙が止まらねいいね、ちゃんだな。父親とのわだかまりも解決していい話だったわ。学校クソすぎんか。校長、学校の対応がよくある。いじめは知らなかった、気づかなかったで。なんか笑った胸を良いやつでよかった。結局いじめられた事実を把握しながらカリスマ教師としての評判を気にして隠蔽した事実はニナに謝らないのか。なんかモヤモヤするな。てっきり親父が謝ることでみんなが許すって流れかと思った。なんかしっくりこなかったのは直接謝ってないからか。あの時味方になってやれなくてすまん。くらいはあってもよかったな。ムーム、こんなに綺麗には解消しないままで言ってほしかった気持ちがある。普通すぎる。別に綺麗に解消はしてないでしょ。いじめ問題で味方してくれなかったとか、今さら学校に問い合わせしてるとかずれてるし。まあ今更かあっての羽、1話で詰め込んだ感あるわ。今更なのは東京に出してもあんなになっちゃったし、どうにかして学校に復学させようとしてんでしょ。ついにレーベルの人が、と思ったら芸能事務所の人だった。さすがに泣いた。ずっと向き合えなかった2人が最後の最後に向き合える。そのきっかけも空の箱なのマジリーナ。もうトゲはなくなったのか。8話は良かったけど泣きはしなかった。今回は普通に泣いてしまった。1話のバンドマン再登場来た。1話の姉貴、1話のバンドの本田再登場かよ。次回まさかの再登場。京子と革ジャン来るの胸熱展開すぎる。フェス出るってことなのかね。ルパさん一人だけチェキ人気おかしくない。桃花だって腐っても元大ダスだし結構人気あるはずなのに、ファンが寄ってこないのはアイドル路線に切り替えた現代ダスが嫌でやめたから。ファンとチャラチャラ交流するのは桃花さんは嫌に違いない。ってファンが深読みして気遣っているのか。もっと尺があればみんながスバルちゃんの家にお泊まりした話を長くやってくれたんだろうな。あれ、もうここ10年でトップのアニメになっちゃいそうや。個人的には8話の方が好きではあるけど今回も好き。完全な和解というよりお互い歩み寄った感がいい。まんまと泣かされました。校長が CG なのは2回以上出てくるからだったのね。つまり二次元キャラは二度と出てこない。両親から逃げるニナちゃんも可愛かった。家族の話には弱いんだよ俺。蔵などの父親との和解を彷彿とさせる良い話だった。あとはラスボスヒナだけか。あとはみなひな問題。ひなとは和解せずにバチバチにやり合ってほしいが無理そう。家族にも仲間にも恵まれてるな。よし、トゲは全部抜けたな。狂犬じゃなくなってしまったニナなんて。花田先生ってすごいわ。一流の脚本家だわほんと。ねじるが止まらない。もうこれで終わりでいいだろう。花田先生、あなたは最高だ。一生ついていきます。このアニメすごいな。やっぱり構成がめちゃくちゃしっかりしている。このアニメ人気出るわけだ。脚本花田十喜、もう最強だろこれ。家の鍵って勝手に一晩で変えられるの。知らん人の家の鍵変えたらどうなる。ガールズバンドくらいらしくない展開でクラゲが泣いてるぞ。いいね、こういうの。花田先生やるな。ここよかった。これでコウコのお礼なく、あとはライブに集中できるな。考えてみたら花田先生ってずっとこんな感じの女の子たちが集まって吸ったもんだする話を出がけ続けてる気がするな。花田先生このアニメと相性いいのかもな。花田先生は昔からこうじゃろ。ロックって題材だからあれな話が噛み合ってる。もうこういうのでいいんだよ的な展開やん。よかったよかった。
こういう親子話に弱いから普通に泣けたわ。円盤予約したけど、ライブのチケは競争率高そうだわ。親父はなんで学校に連れて行ったんだ。謝罪文見せるため。でも親父も怒ってたよね。なんでだろうな。真相は気づいてたと思うし、実際娘が退学したら親心として動かざるを得ないだろう。父親なりの誠意だろう。ずれてはいたが、あの後頼んでいた再調査結果出たから娘と一緒に確認に行ったんじゃ。そしてあのクソみたいな結果。どんな形でもけじめとか区切りつけないとって思ってたんだろう。いつ校長にブチギレるのかと思ってヒヤヒヤしたわ。反省文は校長殴ったのかと思ったわ。大人会では勝利した。しかし当事者同士だと解決していないというズレだろう。もう同年代の JK を気にしないね。1話で上京してきたとは表情が違うのね。今回1話との対比、結構ありそうな回だったんやな。ガルクラの監督は有能だな。低迷しているラブライブに来てくれれば持ち直せるんじゃないかと思う。ラブライブサンシャインの酒井監督やぞ。ならプロデューサーが有能なんだな。誰だか知らんがラブライブに来てほしいぜ。今期バンドアニメのトップはもう決まったようだね。というか最初からストレートにバンドものってこれだけなんよ。他はバンドじゃなかったりユリが主軸だったり。あとはひなの話くらいか。30過ぎて青春してるアニメ見てると何かきついもんがある。自分にはもうこういう青い春は体験できないんだろうなってしんみりするよね。パパに抱きつくところよかった。竜田区地域が最寄りってことは俺と中学が同じ可能性が。高校はあの資源のルートからすると県立第一高校がモデルかな。8話以来に泣いたわ。蔵などとか無職転生とかこういう親子の和解話に弱いんだ。お姉ちゃんすこや宗男は一旦許した。ニーナ思ったより5倍は消されててよかった。ニナが歌う理由が一つ一つ失われていく。ひなとも和解してデビューもしたらもうおしまいじゃん。まだ武道館を目指すという大きな目標があるぞ。エンディングのパパがライター片手に持ったけど結局吸ってないタバコ。そういうことなんすね。これが回収されたとなると、やはりスバルちゃんの断髪もやってしまうんですか。父親と話が噛み合わなかったのは俺も経験あるから。今回のニナには感情移入多めだったわ。パッパも一つのことに固執したら、誰がどう思うと、それを貫こうとするニナちゃんと同じような人だったんだよな。これは完全に伊勢家の血筋が起こした物語ですよ。ここ小指立ててた。いつまでも逃げていられないことに決着をつける時が来ましたね。自分の思う形ではなかったとしても父からの不器用でも深い愛情はずっとそこにあったのだと分かる良い落としどころだったのではないかと思います。新たな決意で目にする東京はどう映っているのか、ここからのニナに期待ですね。初見の時厳しすぎとも思ったし、令和のこの時代に今更書くんかよと思った。だが今回の10話を経て、パパ自身も不器用なりにしっかりと家族とコミュニケーションを取ろうとしてたんだなと。上2つはコミュニケーション最優先で家族会議はちぐはぐにならないようにと。パパ頑張った。1話オマージュってめちゃめちゃ好きな展開なんだけど、夜家族から逃げるように川崎に出てきて桃花に会いに来た1話と、昼家族の和解し見送られて川崎に帰ってきたらトゲトゲが出迎えてくれた10話で、見事対比になってるの天才じゃんってなってる。大手芸能事務所までの三浦さんらもモカ時代の大ダスのガチファンで、トゲトゲをガチスカウトに来たのは本当に大きな援軍だわ。事務所の支援って大事なのよ。やはり最終回はフェスで大暴れだな。個人的なざれ言になるし、全てがそうではないけどそれでも言いたい。学校側の対応がクソだったと。自分も経験あるからわかるけど、学校側はこういう時、生徒より学校の名誉を取ってくる。教師は生徒を育てる存在なはずだ。だからこういうことが起きるんだよ。空の箱を肯定する父が娘の趣味に理解があるとか、そういう陳腐なことじゃなくて、リセリニナは河原木桃花のなくした歌そのものなので、むき出しの自分の肯定になるから、愛を受け取った上で小指立てて帰る。この距離感が素晴らしくて泣いちゃった。10はやばい。
この画像一つで泣けてしまう。どれだけ愛されていたか、実家にいた方が幸せなのかひしひし伝わる。でもニナは未来へと歩き出し、お姉ちゃんの膝枕にも頼らない。ここにも8話のあなたの思い出に閉じ込めないでくださいがかかってきて、ほんと素敵な成長物語。不器用な父親と不器用な娘のお話。2人がぶつかるのは必然で、ぶつからなければ何も解決しなかった。これで本当の意味で家族になったのではと思う。同時にニナの本当の旅立ちを描いた回だったなと感じました。田舎の親ときちんと話してくる話。こういう描写をきちんと描写する姿勢は東映さんらしい気がする。親として安心できるところまでは判断材料がないけど、それでも動き出している娘にやらせるしかないんですよ。とてもいい話だった。こんな家族愛を見せられたら自然と涙が流れてしまう。過去にどれだけのしがらみがあろうとも変わらない愛がそこにあった。ルパちゃんのファンサービスがすごい。ダイヤモンドダストガチ勢の三浦さん、この先深く関わってくるのだろう。脚本がマジですごい。毎回いいパートが高濃度すぎる。いろんなごたごたが起きるんだけど、メインキャラたちの心根の良さがにじみ出ているのがすごく好き。いや、とにかく面白い。行ってきますに行ってらっしゃい。ただいまにお帰り。いいな。めっちゃ好きだこのアニメ。泣かされたわ。家族愛もそうだけど、友人関係やら何やら、バンド以外にもいろいろ描いてくれてるのありがたい。あと2話で終わってほしくないわ。もっと続いてくれ頼むから。異常な量のタバコと電気が消えたふすま。得意でもないお酒を飲み、他人にアドバイスを求め、娘の好きな曲を聴く。ふすまの向こうにいる父親は本当に不器用だが、それでも向き合おうと精一杯やっていたのだ。すべては彼がニナの父親だから。これを描けたアニメがいくつあるのか。あかん。これは泣く。宗男とニナちゃんをつなげたすずめお姉ちゃん。今の自分を認めてくれた宗男お父さん。背中を押してくれて、帰りを出迎えてくれたトゲトゲメンバー。ニナちゃんは皆から愛されている素敵な世界だった。空白とカタルシス。楽しみ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。